イランド2マジで面白すぎる。改善されたシステムについてと個人的に注目している参加者を独断と偏見でレポ。エンハイフンを輩出した大人気のオーディション番組アイランドのガールズ版アイランド 2NA。 4月18日からアベマで放送され、現在4話まで進んでいます。主もやっと追いついたので遅れながらではありますが、第1話から第4話の個人的な感想をレポしていきたいと思います。まずめちゃくちゃ面白いです。アイランドの最大の特徴は残しつつ、残酷だったルールが改善され、首切りゲームから切磋琢磨する青春サバイバルにバージョンアップしていました。アイランドといえば上位メンバーのみ入れることができるアイランドと脱落圏内メンバーが入るグランドに分かれ、チームバトルや個人の成績によってアイランドとグランドを行き来する、まさに天と地をさまようのが特徴的なサバイバル。ただその仕組みはかなり残酷で、エンハイフンが結成されたアイランドではアイランドから放出されグランド行きになるメンバーを参加者が自ら選択する首切りゲームになっていました。昨日の友は今日の敵かのように、共にミッションを戦ったメンバーから放出者を選ばなくてはいけない。選ぶ方も辛いし、選ばれたメンバーは裏切られたかのような気持ちになる、結構闇深い仕組みになっていて、見ているこっちまでも苦しくなる。アイランド2をやると聞いて、このルール女の子にやったらドロドロすぎない、困難1回放出されたメンバーたちとまた頑張ろうってなれないよと不安と憂鬱な気持ちでアイランド2の1話を見たら、ルールが微妙に改善されてる。まず初めからプロデューサー審査がちゃんとあることで、視聴者も納得感があるし、放出するメンバーを選ぶのではなく、一緒にやりたいメンバーを選ぶ、選ばれなかった人がアイランドから放出されグランドへ移動するというルールでした。少しの変更だけどこれは大きな違いだ。おなじみのアイランド島も女の子仕様になっていて、ふわふわな椅子やコスメルームなど、アイランド1の時もカラフルで可愛かったけど、女の子仕様になるとこんなに可愛いんだ、最高。さらにナスリというマスコットがいるのも今回の特徴で、これがまたキツネという甘すぎず可愛い動物がモチーフで、特技がタイピング。考えた人天才か。タイピングで参加者たちに話しかける仕組み可愛すぎる。アイランド1ではグラウンダーは常時黒の上下で、ステージですら衣装を着せてもらうことができませんでしたが、今回はグラウンダーもステージでは衣装を着用。だいぶルールが優しくなってる。そして参加者全員のステージ衣装が見れて、可愛いは正義。そして参加者のレベルも高い。個人的に注目の参加者や胸熱だったシーンを振り返っていきたいと思います。1話から4話分なので行ったり来たりしますがご了承。注目はやっぱりアーユネクストに出演していたバンジミンちゃん。推し学でもアユネクはリアルタイムで追いかけてきたので、ジミンちゃんに対しては最終4位だったのに脱落という結末にもどかしい気持ちと辞任ロス引きずっておりました。参加者をチェックせずにアイランド2を見始めたので、登場した時はジミンちゃんと動画を止めて言いましたもんね。また挑戦してくれてありがとう。ファーストステージではエスパのドラマをマイ、ジユン、ジョンウンと披露。ジミンちゃんだ。涙。この安定感。そして審査コメントに大感謝しました。ジミンさんを見てこう思いました。準備ができている人なんだ。過去のサバイバルでは高い順位で脱落してしまいましたね。運が悪かったと思います。実力が磨かれたのが一目でわかります。そのコメントに救われたという思いでした。第2話のシグナルソングテストでも少ないパートの中で審査員に自分のパートをキリングパートにしていた。コツを教えてほしいくらいと言わせるほど魅力を見せつけてくれて、さすがトシか。第3話はアイランダー同士でユニットバトルを繰り広げ、どちらか片方のユニット全員がグラウンドに放出されてしまうシーソーゲーム。このルールも新しく、アイランダーからしたらヒヤヒヤですが、グラウンダーにとっては大きなチャンスで、多くの参加者にアイランドに来れるチャンスが与えられるのはとてもいいなと思いました。メンバーがガッチャンガッチャン入れ替わっていろんな子にスポットが当たってほしい。シーソーゲームでジミンはブラックピンクのウィッスルではセンターを務め、スタートの立ち姿から審査員や他の参加者からも本当に綺麗、女神様だわと息を飲む美しさで、Kボーイ破壊力。シーソーゲームでは相手ユニットに敗北してしまい、第4話の時点でジミンは現在グランドアイランドに返り咲いてくれると期待しています。もう一人注目しているのはチョンセビちゃんがあまりにも可愛くて目を離せません。今のところの推しです。まず身長が173センチ、
そのうち107センチを占める美脚と小さなお顔と透き通るような透明感。参加者の中でも最も長い練習生5年目という参加者。実力はいかにと思ってファーストミッションを見ると、うまいセビ、スジョン、ユナ、リンリンのユニットでエンハイフンのスイートベノムを披露してくれましたが、まずエンハイフンの曲を女の子がするとこんなにかっこいいのね。そしてこのステージでセビの虜になりました。第3話のアイズワンのパノラマはセビ優勝。手でシャッターをしたシーンももちろんですが、最初の手を上げる振りで目を閉じた瞬間、あ、落ちたって思いました。ただこの曲、歌のキーが高すぎて大エースのジョンウンですら苦戦する歌。これを歌ってたアイズワン、特にメインボーカルをしていて、現在ルセラフィムのキムチウォンちゃん改めてすごい。シュが思うセビちゃんの素敵なところは、周りには優しく、それでいて野心があって、自分にはとってもストイックで、メンタルもタフで前向きなところ。パノラマでセンターを担当したくて、パート決めの時歌にはまだ自信がないから、表情を見せてもいいですかとチャンスをつかみに行くところとか。でも高音が出なくて苦戦しながらも、心が折れることはなく、誰よりも遅くまで練習し、高音にも臆せず立ち向かっていって、初めて音を外さずに歌えた時には、初めて音を外さなかった。今日はとても幸せな日よ。歌えたの。音を外さなかった。と明るく乗り越えていくところを天使。練習する姿でもメンバーや見る人を幸せにする。あなたはすでにアイドル。練習生期間が長い子ってスランプに陥ってたり、プライドから周りを頼るのが不器用になってしまったりする人が多い気がしますが、常に謙虚なのが本当に素敵。そんなたくましいジミンとセビですが、中身は普通の女の子。2人の部屋での会話が印象的でした。この日はシグナルテストのパート分けをし、練習を終え就寝前の暗い部屋でセビがジミンさん、私はなんで臆病なんでしょうと唐突な質問。しかしジミンはすぐにセビの気持ちを理解し、競争が怖い、私もそうよ。怖がったらいけないと分かっているけど、難しい。小さなことでも恐れてしまう。というセビにジミンは、わかる、私たち似ているかも。やりたいパートに挑戦することすら怖かった。自分から言い出したのに迷惑をかけそうで怖いの。心配ばかりしていられない。挑戦しないと成長しないからね。とにかく今日は頑張った。明日のことは明日の自分に任せる。ジミンの言葉を聞いてセビは、それが一番いいですね、と納得し、セビ頑張れ、とジミンが励ますと2人でハグ。臆病な自分に悩み答えを見つけたいセビと、ジミンは2度目のサバイバル参加ですが、それでもやっぱり競争は怖いという弱さももちろん持っていて、このシーンが厳しい環境を生き抜くリアルな女の子たちの姿に見えて、とても胸を打ちました。まだまだ語りたい参加者がいるのですが、前も胸熱だし、3度目のサバイバル参加のユジュ、ユウォンの成長もたまらなかった。スジョンが天才 P に見えて仕方なくて、G アイドルのそよみを感じてることとかも話したい。ですがそれは次回にして、今回はジミンとセリと2人のケミについてまでにしたいと思います。引き続きアイランド2を追いかけていきたいと思います。皆さんの推しは見つかりましたか？